う皆さんこんにちは、レッドです。皆さんは以前このハイゼットにフォグランプを取り付けたこと覚えていますか？フォグランプを取り付ける時の作業で割ってしまったパーツがございます。本来であれば引っ掛ける場所が1、2あるんですけど、力加減をミスってしまって折ってしまったんですね。そこで今回はこの折れてしまったパーツを接着していくんですけど、めちゃくちゃ強力なボンドがあるので、そちらをご紹介していきます。それがこちら、プラリペアです。こちらが ABS 樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP、アクリル樹脂、塩化ビニール樹脂、アルミ、木材、石、陶器などの接着ができるみたいです。そしてこのプラリペアは接着以外にも造形補修にも特化しているので、今回はこちら型取りくんというものを使って新しくパーツを作ってみます。なので今回の動画は接着と造形、これをテーマにやっていきます。それでは補修作業レッツスタート。今回は前回折ってしまった ABS 樹脂を2パターンの方法で修理していきますので、よかったら見ていってください。これがプラリペアの中身です。まずこのガラス瓶の中に液体が入っているので、必要な分こちらの容器に移していきます。これで容器をぐーっと押さえると針に穴が開いているので、穴から液体が出てきて先端にこんな感じでぷくーっと液体が溜まります。次にこのパウダー、こちらのパウダーに先ほどの液体を使って少しすくい取ります。もう手を離しても大丈夫な感じになりました。それでは5分間待ちます。さあ5分以上経過したのでどんな感じなのか。結構しっかりしてる。元々のやつと比べても普通に強度がある。これはびっくり。すごいすごいすごい。もともとついていたものとね、同じぐらい強度は出ています。でもちょっとね強く押しすぎるとさすがにでもすごいわ。なんか溶着してる。溶けてくっついてる。ちょっとこれね今わざと折ったんですけど、これは接着剤としてすっごくいいです。なので今回の場合はね、接着した後にちょっとこの根元の部分を盛るような形でくっつければ純正以上に強度が出ると思います。でも今回はプチンで、今回のプラリペアが接着以外に造形にも特化しているみたいなので、この型取りくんを使って新たに形を作っていきます。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。マックス曲げても折れたりとかそういう感じがないですね。なんかゴムですね、なんか感じ的に。でこの型取りくんなんですけど、90度のお湯に3分間つけることによって柔らかくなります。そして冷えるとまたこんな感じで固まるので、柔らかくなったらこの本体に押し付けて型を押し当てて、そこにプラリペアを流し込んでいきます。熱湯の中に型取りくん3分間つけます。はい、熱湯で3分経ったのでどうなったのか。柔らかくなってる。めっちゃ柔らかくなってるよ。しゃあ行くぜ型取りくん。
型ができました。これで冷えたら一度こいつを取り外します。型取りくんがしっかり冷えたのでパーツを取り除きます。これで今形ができたのでプラリペアを流し込んでいきます。よし、それでは5分間固まるのを待ちます。お、しっかり固まってます。おー、できとる。ちょっとね見た目が不格好なので少し削ろうか。よし、入った。そして取り外した時に折れてないことが大事です。おお、いやこれはマジですごいです。純正よりねしっかりしてます。バッチリです。今回修理した材質が ABS 樹脂でプラリペアを使ったら材質がドロッとちょっと溶けて、それが固まる時に溶着ができているので強度がしっかり出ています。今回みたいに型取りをして新しい形を作るのもいいし、接着剤として使うのも全然ありだと思います。てか ABS を接着できるのがまずすごいです。純正バンパーとかだと ABS 樹脂を使っているものが多いんですけど、割れてしまうとそれを修理するっていうのがなかなか難しいんですけど、今回のプラリペアを使えばその修理が簡単にできます。他にも使い方としては崩れてしまったネジ山の修理などができるので、プラリペアがあると使える幅がすっごい広いです。なので折れたり欠けたりして悩んでる人がいたらぜひプラリペアを使ってみてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。